どうも皆さん、ボシャと申します。今回は 10km 以上かぶってくんな。斜め右方向です。今回は夫婦岩に行ってみたいと思います。岩が2つあって、こう向かい合ってるのかなか横にあるかで、その夫婦っぽく見えるよっていうところなんですけど、こっから1時間ほどかかるんでね、どんぐらいだろうね、20分ぐらいの収まればいいと思いますね。でかなりですね、動画の投稿っていうのが空いてしまって、1週間ほど2週間ほどか、旅行に行ってたんですね。いやー、楽しかったですよ。しこたまね、酒だったりラーメンだったりを飲み食いしたわけですよ。そしたらね、めっちゃ太ったねって言われましたね。旅行終わった後マジで最悪。ただ食わなきゃ痩せるタイプなんで、本当にね、1日1食とかにしたらすんごい痩せちゃうんで、あんま心配はしてないんですけどね。本当は旅行もね、動画撮ろうと思ったんですけど、ちょっとね、気が乗らなかったですね。おひなガレージがやってる、おひなガレージがやってるチャット GPT にその旅行の場所聞いて、そこでなんか会話の議題みたいのを決めてもらうみたいなのがあったんですけど、めっちゃそれがねやりたかったんでやってみたんですよ。高速で暇だったんでですね、バカほど頭悪い回答しか来なかったんですよ。だからその時はね、動画は撮らずにもう旅行を楽しもうってことで、1週間2週間3週間ぐらいかな、動画の投稿が空いてしまったんですけど、今回ですね、地震がちょうど旅行中にありまして、私熊本にいたんですね。このワードだけで気づく人もいるかもしれないんですけど、そうなんですよ。イオンモール熊本にいたんですね。いたと言っても爆発が起きる3時間前とか、地震と爆発が起きる3時間前ぐらいにはもうそこを出てたわけですけど、イオンモール福岡っていうところにその前日ぐらいに行ってたんですね。でそこでトイザらスとかいろいろあったんですけど、めちゃくちゃ面白かったんですよ。ちゃんとどのぐらいだろうな、半日以上はちゃんと時間解けまして、でちゃんとお買い物もしのみたいなね、やったんですけど、だから熊本行って阿蘇山行ってとか、阿蘇山行って熊本に行って阿蘇山とか、そういうドライブコースっていうかに行かないと決めていた場合ですよ。前日の成功体験によってですね、イオンモール熊本にも半日もしくはもう1日ぐらい滞在してたのかなと思うと、すごく怖くなりますよね。そのニュースとかで爆発の後の画像みたいなのが出てきたんですけど、知ってる場所なんですよ。その駐車場の空とか万とか書いてあるところ、あれもすごく見覚えありましたし、あとは中ですよね。その内装というかお店なんかも、ここ通ったみたいなだったからね。マクドナルドの呼び出し300何番の方みたいな呼び出す人で、めっちゃくちゃ気のいいすごく真面目な女性のおばちゃんがいたんですね。あの人だけは助かっててほしいですね。めちゃくちゃいい人だったんで。今回旅行に際して日傘っていうのを買ってみたんですけど、めちゃくちゃあれいいですね。日傘を使ってないやつがバカ、この一言に尽きると思います。まずなぜかというと、暑いんですよ。やっぱり気温が気温なので暑いんですけど、日傘を差すことによってなんか一枚遮られた感があって、ちゃんと涼しくはないんですが、体調にはすごく効きをしてるんじゃないかと思うぐらいいい、なんていうか効果が得られていましたね。ちょっと高かったんですけど、ありですね。雨天
なんちゃなん雨天なんとかみたいな、なんだっけ、雨の日も晴れの日も使えるよっていうタイプのやつで、めちゃくちゃねあれいいですよ。皆さんにおすすめですね。だって十何年前とかって日傘って使ってなかったと思うんですよ。まあ男性の方は特に。この十数年で日傘を使わないといけないぐらい暑くなったということは、まあ30年後50年後どうなってるんでしょうね。マジで人体発火とか起きてるんじゃないですか。延々の消防隊みたいにボワーっつってね。だって今でも燃えそうだもんね。ほらもう道行く人みんな日傘使ってるからね。一人使って、めっちゃ使ってない人いる。だけど絶対使った方がいい。私の職場のね廊下っていうかその通路でも人昨日倒れてましたからね、男性の方。しかも熱中症何がやばいって、ゆで卵を生卵に戻すことってできないじゃないですか。熱中症っていうのはいわゆるその生卵がゆで卵になる状態のことに近いらしいんですよね。違ったら申し訳ないんですけど。何が言いたいかっていうと、日傘を使いましょう。本当に女が使うものとかじゃなくて、本当にね使うべきだと思います、マジで。この動画をもしも見てくれてる人がいるのであれば、日傘は一回試していいと思います。本当にコンパクトなちっちゃい日傘で構わないと思うので、ぜひお試しあれということでですね、この動画を撮っております。義理の弟がですね、なんと今20前半、本当に 1,2 ぐらいなんですけど、なんと RZ34 を買ったらしくて、なんじゃそりゃっていう21、2なんて全然お金もないと思うんですよ。多分所有するので精一杯ぐらいだと思うんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱり好きな車ってのは、特に今の時代10年後20年後乗れない可能性だってあるじゃないですか。ってなるとその考えありなのかなっていう。私も Z34 好きだから、その発想が社会人 1,2 年目の時にできるかできないんですよね、普通は。マジで尊敬ですね。次会ったらちょっと乗せてもらおうかなと思っててただ弟くんと会うのはですね、会ったのはまだ2回ぐらいしかなくて、まず1回目はその姉と旦那さんの結婚の顔合わせで会ったことがあって、その次がですね、じゃあ結構仲良くなったんですよ。だから旦那さんと弟くんと私で飲みに行ったわけですよね。飲みに行ったんですけど、5軒ぐらい行ったらしいんですよ。らしいという、ちゃんと潰れてですね、若気の至りで許してほしいんですけど、私と、旦那さんがですね、なんと喧嘩をしたらしいんですよめっちゃ些細なことだったらしいんですけど、で喧嘩をし、なんか結構殴る蹴るぐらいまではいかないギリギリのラインぐらいまで行ったらしくて、でその横で弟くんは腕立て伏せをしてたらしいんですよ状況がカオスすぎて、もうなんか逆に面白いですよね。その時の謝罪もですね、次会ったらしないといけなくて、謝罪して、次会った時の流れとしては、まずこの前ね、その説はどうもすいませんでしたと。で噂によると RZ34 買ったらしいじゃないですか。だからも
乗せてくんねえかというだいぶずうずうしい前回の件、もし弟くんが覚えていたら普通に積む流れではあるんですけど、シルビアだね。すごくシルビアもエッチですよね。ゆっくりこの辺を走行しの。これやんけ。これかいな。そうなんだ。なんか思ったよりのじゃね。はい、ということでちょっとね動画撮っていきましょうか。じゃあほらカメラ切り替えます。夫婦家が到着しました。なんか思ってたんとちゃうなっていうのは、なんかちっちゃくないかちっちゃくないかこれ。大丈夫？乗ってみるか。ちっちゃすぎない？あれ、フライムじゃ出てでかいんだよ。バカ綺麗じゃん、水。うわ。すごいじゃん。めっちゃ海綺麗だし、水。で、おそらく、感じも出んかや。すごいな。です。綺麗な。よし、ちょっと暑いんで退散しますか。では戻りましょう。はい、ということで今回は夫婦岩に行ってみました。現場からは以上になります。動画を見ていただいてありがとうございます。今回も、レポーターの帽子屋でした。ほんじゃまたな。よいしょ。あっち。